元気か。久しぶりや。久しぶりやな。どうしとった？お前まだジャズやっとんか。え僕がジャズやらなかったら何をやるんや。お前からジャズを取ったら何が残るかいう話やな。なるほどな、そういう話か。いや、違う。うん。わいは今昭和歌謡にハマっておる。ほやっぱりな、う。わい昭和の人間や。なるほど。運転しおるときな、昭和歌謡聞いたら目覚めるんや。そんなこと言っておったな、確かな。昭和歌謡を聞いたら。そう。ジャズ聞いてもね、あまり目覚めへんねや。なるほど。むしろ気持ちようなって眠ーなってくるね、今暑い夏ですからね、車を運転してるとご飯食べた後とかすごく眠くなりますけれども。そうだ。まあそれはいいとしてよ。はい。今日はわいお前に質問がある。何ですか？ジャズって何？ジャズって何？ジャズっていろいろあるよね。この前人に聞かれたんやがな。おお。ジャズって何ですかあんた言うて。わい答えられんかったよ。まあジャズはジャズでしょ。ジャズね。お前はよ、ジャズはアドリブだとか言ってアドリブを教えてくれるけどよ。ビッグバンドとかアドリブせんじゃん。そうだね。ああいうふうにあんまりアドリブがあんまりあんまりないというね。あるいは下手したらない場合もあるよね。そうだな。だから譜面の中で決まりきった形でやるジャズもあれば、もう本当に即興で何が始まるかわからないっていうね、ジャズもいろいろある。ね。でよ、わいはほら夕暮れにとかあるやん。おあるね。仰ぎ見る。ある。それとかよ、思い出懐かしいあの手ねじはとかあるやん。それ。あれはさ、歌謡曲っぽいじゃん。でもジャズじゃん。お前らなんかジャズとか言うとるよ。そうね。わけわからん。このまま普通にメロディーだけ弾いて終わっちゃったんじゃ、歌謡曲っていうかね、ポップスの音楽になっちゃう。ちょっと待ってや。じゃあ、ジャズの曲もアドリブせんかったら歌謡曲になるんか。そうかもしれんな。だからメロディーだけ弾いて終わっちゃったらもう歌謡曲とは言わんけどね、ポピュラーソング。ポピュラーソング。じゃあビッグバンドはポピュラーか。そんなことはないな。あれはスイングしてるからな、あれはな。でもアドリブせえへんやんけ。しようか。アドリブっぽいなんか、そうね、アドリブっぽいフレーズはなんかこう作ったものをこうね、ちゃんとアドリブじゃないけども前もって作った昔の人がやったアドリブをこう譜面に起こして、それをビッグバンド全体でこうもう一回再生してるっていうね。わいな、今何歳になるか知っとるか。今いくつや？10歳や。10歳か。10歳ばっちゃんももう10歳になった。ジャズって何とかいうね、番組を10年やっとるんや。なるほど。いまだにな全然答えられへん。お前答えになってへんやんか。まあね、ジャズっつっても種類が多いからね。ポピュラー音楽の源流であることはまあ間違いないよな。そうやな。だってジャズの曲だって昔は、その映画音楽だったりするわけですよ。ね、例えばこう。そうやな。これ知ってる？何の曲か。知ってるよ。タイトルは？酒バラ。酒バラ。それは業界用語です。業界用語まで言えるようになっててもすごいな。ジャズがちゃんとちゃんと言いましょう。何ですか？タイトルは。酒とバラの日々。そう、酒とバラの日々。The days and The days。ローズ&違う。絶対まあいいわ。The days and wine and roses。ね。これはもともとはね、映画音楽なんですね。すごい暗い映画な。そう。映画音楽でその映画音楽をジャズの人たちが取り入れて、その映画音楽のメロディーとかコード進行に沿ってアドリブをやっちゃったわけね。そのアドリブってさ、何？アドリブっていうのはあれだよね。
元のメロディーがもう本当にもう消え去ってどっか行ってしまうということですね。例えば「酒とバラの日々」やったらこういうメロディーがあるけどね、こここんなふうになってしまうよね。メロディーどこ行ってん？でもそれってめちゃくちゃにやっとるわけちゃうやろ。そうなんですよね。昔ジャズをやる前知らない時はめちゃくちゃ吹いてりゃいいんかなって思ったんですけど、そうじゃないよね。そうだね。ちゃんと、じゃあどこでアドリブするかっていったらコード進行ね。コード進行っていうのは伴奏やな。そうそう。ハーモニーが鳴ってるよね。このハーモニーにちゃんと沿うように、即興でメロディーを作って弾いてしまうと。メロディーからハーモニーだけを取り出してそっからあとは好きにしちゃっていいよっていうのがアドリブだよね。よく分かってますね。勉強したかなり。当然でございますともよ。国王ですもの。国王ですもの。ひひ。久しぶりに気持ち悪い声やな。うっせえ。うっせえ。なんそれ。気持ち悪いとかもう国王を捕まえてお前後で大変な目に遭う。ね。いろんな曲ありますけどね。それでアドリブっていうのはそういうもんじゃん。まあ要は変装よ。変装曲よ。いいそうですね。変装という言葉が。ちょっと待って、ひらめいたわい。ひらめいた。その変装の要素を入れたらジャズになるんちゃうか。そうだね。ビッグバンドでもよ、変装入ってるやんけ。もちろん入ってるよ。そしたらもうジャズ。そうね。アドリブですから。アドリブですから。アドリブですから。ね。元の曲のメロディーはみじんもないという。みじんもあれへんわ。いいね。もちろん元の曲のメロディーも残しつつね、そういう優しいアドリブする場合はありますけどね。あれちょっと待って。そしたらもう一つね、すっごい気づいてはいけないことに気づいてしまった。なんじゃろう。ロックでもアドリブするやんか。ロックアドリブするね。じゃあジャズジャズたらしめるものがほら全然わかんねえ。なるほど。だからアドリブするからジャズとは限らへんよね。ロックでもこう、アドリブしますよね。じゃあジャズってなんだよ。ジャズっていうのはジャズという、音楽ですね。ジャズっぽいジャズっぽいというか分かった。簡単に言うとね、ジャズにしか使わんコードとかあるとかそういうことではないのか。そうかもしれんな。そうビッグバンドとかはどうだ、使ってるか。スイングジャズとかは全部ジャズらしいね、コードこう。来た。なんか答えに近づいてきた気がする。なんか多分こんなコードがジャズでよく使われるだろうね。それに比べてロックなんかはこんな感じでなんかね。前そっちの方が好き。こういうふうになんかパワーコードって言いますね。いいね。パワーがあるから。こんな感じですね。お前その引きっぷりよ。そっちの方が好きやろ。お前魂ジャズにないよね。嫌いではないですけどね。じゃあ、そういうのがもう複雑に組み合ってだからほらよく絵であるじゃん。丸が2つあって重なりある部分と重なってない部分がある。そういうのがもう複雑に組み合わせてもジャズいうもんがあるっていうことか。そういうことやな。もうなんかふわふわっとしたもんか。ジャズっていう概念は。そう概念はね。そうやね。でもこれは絶対これちょっとジャズではないと思いますね。これはロックでしょ。リズムによ、特徴があったりはせんか。確かにね、もうハードロックとかね、ヘビーメタルのリズムっていうのはかなりね、ズンタンズンズン
ターンって感じで、まあもちろんあれですよ、ジャズでもそういう、まあ、フュージョンというね、ジャンルがあって、まあ、そこではロックリズムを入れてますけどね。でしたね。でしたね。はい、でもちょっと違うね。同じ8ビートとか16ビートって言いますけどね、同じ、ロックな感じのリズムでもちょっと違うかな。まあ、あれがあってもこれがない、これがあってもあれがあるって感じか。そんな感じやね。ああ、もうほんまいい加減。ジャズって本当いい加減。ええ加減じゃないよ。もうね、適当になんかいろいろ。ええ加減はあんただろ。何適当にさ、いろいろだって、はい、私ジャズですよって言ったら、もうジャズは違う。いや、そういうことじゃないと思うよ。違う。ね、そんなことで、ジャズもロックもアドリブをやっぱりするんですけどね。ただその、ね、演奏のなんかこう、ね、鳴ってる音がちょっと違うよね。だからアドリブとコードと、アドリブとハーモニーとリズム、っていうのがなんか組み合わさってなんとなくジャズって感じ。そうだね。まあアドリブはまあ大体変奏の要素は大体あるわって感じやね。ロックもジャズもあるね。ありますね。でもジャズには必ずある。ジャズには必ずある。そうね、ジャズには必ず変奏の要素はある。変奏の要素、つまりアドリブ。まあだからアドリブをする音楽ですからね。いかにアドリブをして、まあ潰していくか崩していくか。じゃあアドリブの比重が重いんかな。それはもう絶対重いですね。でもロックなんかはアドリブっていうのはじゃあここからここまでやってねって、あとは歌う。そうやね。あとはみんながもう期待してるところのその曲のメロディーを絶対出すとかね。そのリフが出てくるとかさ。リフっていうの専門用語来ましたね。ね、そうね、そういうものが出てくる。なるほどね。じゃあメロディーとかそういうものに重きが置いてある。まあそれはね。そうかもしれない。エクド言ったね今ね。そう。メロディーにねすごく重きを置いてるよね。ロックとかポップス。ジャズ結構メロディーどうでもいいもんね。どうでもいいって怒られるんですよ。怒られますけどね。例えばこう弾く場合もあるしね。別にここのとこ。と弾いてもいいだろうね。すごいもう全然変わっちゃったよね。分かった。他のジャンルの音楽はにとってメロディーはあれやねん、出来上がった料理でございますのよ。そうですね。出来上がった料理。そうでもジャズにとってメロディーっつうのは材料なん違う？まあそんなとこかな。お米とご飯の違いなん違う？お米とご飯の違い、そうやな。その通りやな。ジャズはね、お米なんだよ。なるほど。いろんなもの混ぜられちゃうんだよ。お米ね。でご飯は？で他の音楽はご飯なんだよ。ほう。もう出来上がってお茶碗に入れてせいぜいカレーかけるぐらいだわ。なるほどな。なるほど。そういうもんじゃない。バチかぶりの見解はそうか。前は思ったね。マジで人に説明できねえ。でもバチかぶりなりにそうやってね説明してるわけですけども、どうでしょうか皆さん。でね、でもお前がジャズ教室という看板を上げているというわけでね、お前のジャズ教室のどういうんだろうな、お前らも多分何かあってジャズ教室というものの看板上げとるんだろうよ。だからそこで定義されるものをちょっと言っといた方がいいかもしれんぞこれ。そこで定義されるもんね。僕の音楽教室の？僕の音楽教室が僕はジャズミュージシャンとして何をやっているかちゃんと言っといた方がいいと思うよ。なるほど。ジャズの中でもお前がやってるのはモダンジャズだ。確かに。モダンジャズですね。モダンジャズが一番今のところね僕にとっては面白いね。モダンジャズっていうのはもういろんなアドリブのやり方が全部ね許されてますね。それこそモダンジャズの中にはねモードジャズも入ってるやろうしね。だからモダンジャズってアドリブやってなんぼの音楽やろ。確かに。そうだね。で大体
日本でジャズって呼ばれてるっていうか、日本っていうかジャズって呼ばれてるのってそれか。例えばジャズセッションって言っていて、トコトコっと言ってやってるのは大体モダンジャズよね。その通り。やっぱりなかなかジャズセッション行きました、はいデキシーランドジャズですっていうのは少ないかもしれんな。なるほどね。そうやな。もちろんだからそれはもちろんね、デキシーランドジャズの中のなんか有名な曲をねちょろってやる時もあるかもしれないけどね。でもまあ、大体は、そうですね、モダンジャズですね。モダンジャズの中の、いろんなものメロディーを使ってどこまでアドリブできんねんっていうね。今ね、くしゃみしおるやろ。これで、ワイでもな、コウメでもないんや。猫や。うちの猫なんですね。猫がな、ここにおってくしゃみしおる。鼻水ずるずる言わせとる。そう、うちのね、猫の。鼻炎持ちのマナト君がね。僕らがピアノ弾いたりしてると、レッスンしたりしてると、こう部屋に入ってくるのね。で部屋に入れんかったらものすごいノックをするんや。そうそう。めっちゃ怖いんや。なかなかひょうきんで可愛い。可愛いな。猫ちゃんですね。はい。まあワイは猫の奴隷やからな。というような感じで。久しぶりのばっちゃんとね。ますますジャズが何かわからなくなってきたバチかぶりと。なんかようわからん柴田孔明でお送りしました。でもテレシーワルツって本当に結構ガチ歌謡曲でなポップスだよね完全にね。そうですね。これね。今テネシー州の州歌になってるよね。そうなんだね。で日本ではエリチエミさんとか歌って大ヒット。そうそう。でもねジャズのスタンダード曲集にがっつり載ってるよね。載ってますね。ここら辺はねワイらが聞いてもテネシーワルツやなって思うんや。ね。まだサビがいいよね。サビが。日本語の歌詞もすごい美しいからみんな見てみて。これなんか英語の歌詞は結構なんかえぐいからさ、恋人取られたとかそんなんやばいからさ、日本語の方が好きだな。アドリブ入るよね。こっからや分からんようになっていくんや。わいもさすがになジャズ聴くようになったからさ、アドリブないと物足りないぐらいになってるけどさ、最初の頃はもうテネシーワルツ聴いてたのにこんなん聴かされてどうしようかと思ったよ。とか思うようになってまうで、もう大変。これこの子この子。あなたさん。
話したけどテネシーワルツってカントリーポップでもあるんだよね。その通り。テネシーね。でそういうのでもどんどんジャズは飲み込んでって、こうやってアドリブをする材料にしていくわけよ。そうですね。なんかこう。こういうふうに弾いてもいいよね。お馬さんに乗ってこうパッカパッカいう感じでね。そういうのもカントリー、そうだね。そうそうそう。ちょっとカントリーっぽい要素も入ってると思いますよ。思いますね。ではそのカントリーっぽい要素にとらわれんでいいのがジャズ。でクラシックとかさ、そういうんだったらさ、そのほら作曲者とか作った人の意図とかさ、そういうのを問われるが、ジャズは問われない。なんかばっちゃんいろいろ勉強してきたね。しばらく会わない間にすごい勉強して。まあこの前会うたや。カモダマイハウスで親にちょっとね安心させてあげたじゃんかよ。あれか。皆さんご覧になりましたか。見てね、また見てね。また見てあげてくださいね。今度はカモダマイハウスも歌ってんねん。カモダマイハウスもね、エリチエミさんのヒットナンバーだね。なるほどなるほど。というわけでね。というわけで、今日はこれでおしまいでございます。というわけでね、今日はこれでおしまい。